皆さんこんにちは、フーディーボーイです。本日は日本一の焼き鳥屋さんと名高い鳥敷さんへ行ってきました。ワインペアリングをもう売りにしてるってないじゃないですか。そういう新しい世界観に一緒に行ってみたいなと思って。次に紹介する握りはこちらのタチウオです。映像からもお分かりの通り、指5本分じゃ済まないぐらいの化け物級に太いです。当然超肉厚ですが、火入れが完璧なので水分量も保たれていて、ジューシーかつふわふわに柔らかい身。こちらの煙は桜のチップ。キャビアの塩味とごまエビの甘みがいい感じの塩梅で美味しい。ミッシェル・ジェネという生産者と手掛ける、シャルドネのブランドブラン、グランプリのブドウを使ったすっきりしたシャンパンになってます。お料理をお持ちして、その後のお寿司と合計2つ合わせていただく形ですね。お寿司を18貫っていうコースもご用意してるので、お寿司だけ食べたい方はそちらもどうぞ。山口萩の白イカになります。見た目以上に分厚いですね。そうなんですよ。握り1貫目は必ずイカです。まあ一番好きなネタなので、何も考えずにイカを食べてもらいたい。マイナス7度まで冷やしてます。握りとつまみは交互に出てくるパターン。そうですね。だいたい2貫3貫出てお料理1っていう感じなので。プラスペアリングだから日本酒7品。そうです。はい。鹿児島泉の味です。これ上に乗ってるの何ですか？ペグネギっていう細いネギをお醤油につけたもの。味がすごいですね。そこまで大きくはないんですけど、贅沢に片身1貫にして2貫取れるところをもう贅沢に1貫。うちガリも出さないので。あ、そうなんですね。面白い。お寿司、お料理とペアリングでこう全部流れがあるので、ガリって1回リセットしてるじゃないですか。それをできればしたくないので、そういう出る暇ないですね。今日でやったとしても。まあ、憧れ。何枚ですか3枚。 3枚。中華です。こちらに合わせて、こちらのロゼワイン。スペインのロゼなんですけど、日本ではここにしか置いてない。食感たまらないですね。なんというかふわふわしてますね。愛知県の鮎ですね。串に大葉を挟みまして、蒸した後に表面があります。想像以上にトロトロ。おつまみ面白いですね。あとはフレンチの方。鮎とロゼを合わせるのって何ですか？鮎って結構内臓を楽しむお料理なんですけど、そういったコンテンツ手作りで単に相性が良くて、そういうちょっとレバー系だったり赤と相性がいい。秋田県のバラマサシのナンバーシップ X タイプですね。タチウオです。全然パサついてないですね。いい意味で予想外というか。タチウオなんか3つの柔らかさがなんで結構甘みあるのが相性良かったりするので。ハマグリ。今日はホタテとトウモロコシを使ったフリットですね。芳醇なトリュフの香りがもうプンプン匂ってくる。
フランスのブルゴーニュのワインですね。ボルネーという村の旧畑のシャンパンという畑になります。ヴィンテージが2013年はブドウが完熟したというよりはどちらかというと酸がしっかりしてて難しかった年なんです。リリース当時はちょっと酸味が強かったんですけど、今熟成を経て角が取れてすごく飲みやすくなってます。今日ちょっとレベリングしてる分酸味が際立つ。深みです。瞬間の柔軟性がすごい。もう夏マグロですよね。中トロ。うわ包まれてる。この中トロと赤ワインで、赤ワイン最後飲むことによってなんか余韻がいい感じになる。美味しいです。魚でもお肉でもそうなんですけど、よく動かしてるところの部位って赤くなる。そういったところって人と同じようにこう乳酸が増えて赤ワインはほぼ漏れなく乳酸発酵させる。少しこうワインの中に乳酸の旨味を入れる。マグロのよく動かしてる乳酸と同じ乳酸をこう合わせるようなイメージに鉄分のトーンをちょっと合わせるのと乳酸の旨味を合わせる。こちらもブルゴーニュ地方の白ワインで有名な村ですね。ここは石膏から切っただしです。結構温度を変えるとその感じ方が全然変わってくるので結構高め。富山県の玉旭守護絞りっていうお酒です。爽やかな柑橘のような感じ、ちょっと甘みのあるそんな日本酒。濃いな。この日本酒俺好き。めっちゃ甘いですね。甘い。なんかウニと合う気がしてる。もう甘さがレベリングしてるって感じですね。今日は柴エビと、白エビも入ってます。白エビももう殻ごと一緒に入れてるので、これが鼻から抜ける香りがすごくエビなんです。これうまいな。毎回その国産のフルーツを使ってシェフが作ってるデザートで、それ食べるともうなんでしょう、寿司のこと忘れちゃうんです。甘切り。一回酒蒸しにした後にさっと揚げちゃうんですけど、殻抜いた後に酒蒸しの煮汁にちょっと味付けて真空機に入れて68度から70度くらいで45分ゆっくり火を入れると結構柔らかく仕上がるんです。綿も抜いてないので綿がいいとろっとしたソースになるので、とろみみたいな豚のとろみなんかいいとこ取りがすごいですね。低温調理ならではですよ。ブルゴーニュさんのスペシャリティハマグリ。普通のお寿司屋さんにはできないことやってきたなっていうのが分かりやすかったですね。調理して生の部分があるけど歯切れの良さも出すっていう無理じゃないですか、普通の仕込みだったら。
今のでこんな削れてるんですね。いやちょっと前に削りましたけどお花みたいです。なんかふわふわしてるというか。日本人に生まれてよかったって思う一品ですね、これは。だしの概念を再構築したみたいな、そういうコンセプトもなんか感じますよ。だしでこう鰹節と昆布でうまみを抽出した汁じゃないですか。これはまあ海苔と鰹節を固形で食べる、そういう意味でだしの再構築みたいな。だし飲んだ時って日本人で生まれてきてよかったなってなるじゃないですか。ゾウロップに染み渡ると、それと同じような感情出るってことは、まあ、そういう再構築して似た概念を表現してる。結局今日もいろんな王道の江戸前出てきて、フレンチのこうすごい複雑なお料理出てきて、最後なんかシンプルにこう終わるっていい感じの締め方というか。寿司 M さんで鰹節の手巻き出てくると思わなかったですよお店の雰囲気とちょっといい意味で矛盾してるというか、それがサプライズでしたね。締めの巻物だと、まあ、中落ちといぶりがっこのトロタクにしたりとか、あとかんぴょうをシャンパンで炊いてみたりとか、っていうのももし食べれるんだったらちょっといただいてもいいですか。シャンパンを一回アルコールを飛ばすんですよ。そこにザラメを入れて甘みつけてシャンピオンにしてくる。これだけだと甘すぎるんですよ。大葉が入るとすごいいいアクセントになって全然違う巻物になります。なかなかないですよね、このお店。なかなかないですすごいね。コンセプトが面白いというか。もう空間もひっくるめてのマリアージュということで、雰囲気も楽しんでいただけたらなと。どうでした？いや最高ですね。どれかの品が特別印象的っていうか、全体を通してのストーリーが印象的ですよね。やっぱり寿司屋と思って来てたところ、あゆの瓶が出てきたりとか、その辺はやっぱどうしてもすごい印象的になりますよね。もちろん寿司屋でもあり、フレンチ寄りでもあり、すごい新しいなんかジャンルというか、ポジショニングがすごいすごいですね。変化球本当におっしゃる通りなので、ずっとね、ランチさんとかでありがとうございました。いやいや、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。お願いします。また行きましょう。はい、お願いします。